これ屏風並みだよね、この規模。何の骨だろうこれ。皆さんこれ何の骨ですか？あ、神社っぽいね。うわ、すげえなこれ。氷集落を通過して舞台を歌っております。プロジェクトの場所じゃないね。どうなんですか。石を排除する岡安。もう彼は石排除要員ですね。大杉龍、琵琶湖の龍が住む神社があるらしいですよ。これをちょっと見に行きましょうか。いろんなところに今ブナに向かう途中なんですけど、なんか変わったなんでしょうねこれ。テント。あの中には何があるんだ。全く想像ができない。謎っすねこれ。岡安が倒木を除去してますね。彼はヒストリカの倒木除去員ですね、完全に。お疲れ様です。よし、行きましょう。ブナ集落は滋賀県の彦根市にある廃村です。標高約500メートルの地点に位置し、この辺りに点在する集落の中でも最も山深い場所に位置する集落の一つです。近隣には妙高、大利などの集落が存在し、妙高はブナの枝村として関係性の深い集落でした。すでに定住者は存在せず、自然に飲み込まれつつあります。はい、こんにちは。ヒストリカの岡安です。ということで今回はブナ集落というところに来てます。これは最近回ってるここいらの。まあここ彦根ですけどね。あ、彦根市になるんですねこれ。大利と一緒の地区というか、大利とブナはまあなんか兄弟みたいな感じだったと思います。関連性の深いところに来てるんですが、結構パッと見でここはだいぶもう自然に飲み込まれつつある。なんか今まで来たどこよりも廃村感が強いというか、パッと見ではそんな印象ですけど、ちょっとなんか取り壊したんだろうなきっと。こことかも絶対家建ってた場所だし、こういう石垣とかはあるんですが、石垣なんかもうお城ぐらいしっかりしてるね。ひときわ目を引くあの石垣がすごい気になるね。あの石垣だけ異常にクオリティ高いね。でもなんだったお寺とかなんかやっぱそういうちゃんとした建物があった場所なんかな。そうなんかこうやって石垣だけがもう残されてて、なんかかろうじて昔ここに家があったんだろうなっていうのが分かるぐらいの状態ですねここは。この家が唯一なんか新しいねそれは。でも奥にもあるな家が。ちょっと奥行ってみますか。うわすげえ。これとか農業の資材かな。なんか倉庫っぽいね確かに。こんなもう自然に入りつつありますね本当に。このお家とかでもこれお寺じゃないかな。この上のやつ絶対鐘とかあるんでお寺っすねこれ。うわすごいな本当に。崩壊具合がすごいですねここは。この家とかもで、これさっきお寺っすね。お寺はなんかやっぱ作りがいいんだろうね。どこも残るよね。ここ管理されてるんじゃないかなかろうじて。年に数回とか帰ってきてるような。でも綺麗だもんねまだ。お地蔵様がこ
こうやって並べられてる。多分これはあれですよね、もともと集落に散らばってたんだけど、ここに集めたんでしょうね、きっと。もうあまり訪れる人もいないんで。お寺っすね。で、ここにちっちゃな鐘がありますね。でもなんか警戒するような注意書きがあるんで、やっぱりここも窃盗の被害があったんでしょうね、昔はよく。そっちはなんかありそう。神社、神社っぽいね。うわ、すげえな、これ。でも完全に壊れちゃってるけど、相当でかい家だよね、これ。一般。確かに。ちゃんと瓦屋根で。いやー、家って朽ちるんですね、本当に。こんな感じで。すごいな。ここにかつては人が暮らしてたって思うと、なんか感慨深いですね、本当に。ここまでになっちゃうと、やっぱりさ、誰も、来なくなっちゃうから。もう手のつけようないもんね、こんな感じになっちゃうと。なんか割られてるな、でも。これは、絶対割られてるよね。割られたんかな、これは。もういたずらする人がいたんかな。でも神社綺麗ですね。すごいね。これ何の木だろう。めちゃくちゃ古いね、この木は。お社綺麗ですよね。やっぱ神社と寺だけは誰かが管理されてるんかな。何神社なんでしょうね。ブナ神社かな。とりあえず地名当てはめる。そのパターンあるからな、結構。上の建物はもう全く残ってないですね。この奥は何があるんだろうな。この辺とかは多分家立ち並んでたっぽいよね。こことかもね、明らかに上に登っていく用の坂があるし、こことかも家あったんでしょうね、絶対。穴開いてる。本当だ。なんだろうな、水溜める場所かな。とりあえず俺ら困ったら水溜める場所って言ってる。でも確かに川がないからね。こういう脇道とかに、そう、家の土台っぽい石垣があるぐらいですね、本当に。工夫されてます。やっぱ誰か訪れたんでしょうね。でもこれまだ植えたばっかりだよね、きっと。ちゃんと鹿対策してあるね。こっちは何にもないんかな。でも多分あれだろうね。昔は峠道みたいなのが繋がってたんでしょうね。でもこっちの方面行くと、呉ヶ畑っていうまた別の集落があるんですよ。詳しいな。はい。山一つ越えると呉ヶ畑っていう場所があって、昔はこのブナと呉ヶ畑で結構結婚したり、なんかそういう親戚関係あったみたいなんですけど、そういうのもだんだん薄れてっちゃったんでしょうね。やっぱこの辺異常に残留物が多くて、これ見て。お前これ見て何も感じんの？醤油醤油そうですよ、これ醤油壺ですよ、絶対。これは違うかな。なんか色合いといい、形といい、醤油壺っぽいですよね、これ。こんな取ってあったっけ？取っ手だよね。取ってあるんだって、醤油壺。これは醤油壺ですよ、絶対。井戸だと思うけどな、これ多分。どういうシステムなんだろうね。だって水沸かんと井戸のになれるもんね。でなんかこうやってこっからちょろちょろ水出てるっていうね。多分もうだいぶ草木で埋まっちゃってるけど。でもこれ蓋してあるね、これ。木の蓋してあるね。蓋してあるね。これ蓋開けると組めるのかな。うん。うお、なんだろうね、これ。地蔵ですね。この地蔵たちは神社に集めてもらえなかったのかな。これなんていうんだ、五輪塔っていうんだっけ。五輪塔ではないんかな。ちょっとわかんないですけど。も
元は平家の落人が開いた集落という伝承があり、古い記録ではブナとしてその名を確認できます。明治期に起こった大火により、その歴史のほとんどが失われており、この集落の古い歴史を知る人はほとんど残っていません。かつては40個近い人家が存在し、周辺環境の厳しさにもかかわらず、近隣の大利よりも規模の大きな集落でした。1874年に枝村であった妙高を吸収する形でブナ村となり、1900年には分校も設置され、大利からも小学生までの子どもたちが通っていました。山深い場所にあることから、住民のほとんどは林業、炭焼きを生業としており、耕作可能なわずかな土地で自給用の作物を育てました。戦後間もなく生活環境の過酷さや子どもの教育を理由に離村する住人が増え始め、現在では定住者はゼロとなっています。いや、このメインストリートはすごい開けてるんですけど、本当にこのエリアだけっすね。光が届くのかな。で、まあ道端にこんな感じで数軒家があるんですけども、多分人が帰ってきてるっていう家は一軒もなさそうですね、見た感じは。もう全部このレベルで崩れちゃってるんで、あそこちょっと気になるよね。めちゃくちゃだってあの石垣だけ本当異常にクオリティ高いもんね。ちょっと行ってみますか。うん。なんかね、この普通の家屋の石垣はこんな感じで、なんか粗く積まれてるんですけど、基本的に。ここの石垣だけね、もう本当にびっちりとしっかり組まれてるんで、なんか土地の有力者か、本当に神社寺とかのそういう建物があっただろうなと思うんだけど。よいしょ。さあ上に来ました。こんな感じ。なんか自転車っすね、これ自転車ってやつが相当古い自転車。すごいな。スーパーファインサイクルってやつ。ちょっと分かる人いるかな。でもさ、こんだけ広いさ平地を確保してたわけだからさ、いや、ここは多分家だったんじゃない？でこの上とかは畑かもしれないけど、やっぱ有力者の家だったのかな。こういうの見るとなんて書いてあるこれ。桜印、淀コウ、スーパーハード。なんのこっちゃ分かりませんが、もし分かる方いたら多分これは分からんだろうけど、このブナから南にちょっと行ったところに、妙高集落みたいな、このブナの枝村だった、まあ多分小規模な集落なんですけど、まあなんか最終的にはそのブナに統合された集落なんですけど、なんかそこに分校があったんですよね。で、大利の人とかがそこに通ってたみたいな。なんでちょっとそこも見に行きますか。行きましょう。はい。はい、現場です。なんかそれっぽい、なんだろうね。なんか、それっぽいか。なんか人がいた可能性だよね。ここは。なんで書いてあるそれ。キャンプ可能。可能なの？で、これ上に乗ってるやつって何？動物の骨？あれ。かな。ウサギかな？何の骨だろうこれ。皆さんこれ何の骨ですか？なんか鬼にしか見えないんだけど。私。鹿でもないしな、こんな。で、なんか謎の時計と、プリンターがあります。プリンター
なんか建物あったんかな、ここに昔は。地図上はこの辺を示してるんですが、なんかこの奥に行った方かな多分。まあ、ちょっと行ってみますか。あ、でも電柱あるわ。あんなとこに。うん。電柱ありましたね。これ先は？あ、でもブナに繋がってんのかなこれ。もしかしたら。あ、家あるかも。これ？いや、目の前。あ、家がありましたね。もうここは家？電柱に隠れてた。あ、本当だ。危ないよ。すごいな。こう行く。なんかもうここはあれだね、ブナ以上にも本当に打ち捨てられたって感じだね、ここは。ね、家がありました。ちゃんと。あ、下にあるな。なんか上から来ちゃった感じか、俺ら。秘境も秘境だね、これは。本当に。これは打ち捨てられすぎてるね、これは。これがブナの枝村だった妙高ですかね。蔵っぽいね、これは。でもまだしっかり立ってるね、意外と。で、下の方に続いてるよね。これなんだろうね。触ったら感電するかも。うわ、でもこの石垣すごいね。すごいちゃんと石垣作ってあるわ。結構高いですこれ屏風並みだよね、この規模。やば、これすげえな。めちゃめちゃ積んでんじゃん、これ。このすごい、これほんと石垣が、この偉大な、これすごくないですか。すげえな、本当に。これは意外と穴場スポットかも。穴場。なんかこっちにも石垣が脈々と続いてるんで行っちゃってください。なんでしょうね。なんかここの集落ほんと石垣立派だよね。ここは石垣集落ですね。うん。すごいね、労力が。本当にこれ積んだんだもんな。マジですげえや。重機跡みたいな感じかな。あ、なんか石碑あるわ。多分あれ学校跡じゃないですか。やっぱりここに分校があったっていう。なんかパッと見でこっちの方が家の跡とかいっぱいあるから、確かに同じぐらい人口はいたのかな。なんかブナより全然、だってさ、めちゃくちゃ向こうに石垣広がってるもんね。だからこっちに学校を置いたっていうのもなんか分かる。確かにちょっと見えないかもしれないですけど、もう本当あっちの方まで立派な石垣がずっと続いてるんで、なんか体感本当にさっきのブナより規模大きそうな感じですね、ここ。こっち側に分校って書いてあって、こんな感じ。彦根市立鳥居本小学校ブナ分校跡。こっちが設置の明治33年5月にできて、昭和50年に休校、平成2年に廃校みたいですね。ここに鳥居があるんで、ちょっと神社の方も見てみますか。これ参道になるのかな。参道になるんじゃない。何神社かはちょっと分かんないですね。大体毎回わかんない。確かに。お邪魔します。よし。あ、寺だ。寺跡って書いてあるわ。ちょっと見よう。ここに寺があったんだね。なんて読むんだこれ。妙満寺かな。ここが寺跡みたいですね。
でこれなんか例のやつ。昭和48年5月ブナ町妙高門と一同。昭和48年にこの石碑が建てられてるんで、多分理想時期もそのぐらいなんでしょうね、おそらく。参道がやっぱまあ神社は高いところにありますよ。あ、お社ありますね。なんかお堂が空に見える。こっから見るとなんか燃やした跡がありますね。ここで焚き火でもしたのか。なんか僕ら行きめっちゃ草むらを張ってきたんですけど、なんかどうやらこっちが正規ルートっぽいんで、ちょっと帰りはこっちから帰ってみますか。いけるかな。ちゃんと車道になってる。これ、うん、これ車道？これ車道っす。走る車道じゃない。そう、これ車道って言うんですよ。なんか思ったより広かったな。俺なんか調べてる段階でめちゃくちゃ小規模な集落なのかなと思ったけど、本当に本村のブナと変わんないぐらいの規模の集落でしたね。なんなら石垣はこっちの方がレベル高かった。あ、道端の地蔵さんだ。この地蔵堂が目印ですね。でこっちから行けると、なんかすごいね、こんな感じで、これ車道をずっと来たんですけど、河原の道みたいになってて、でどこに出たかというと我々が車止めた広場に出るっていうね。めっちゃアホじゃん俺ら。そのさ、確かに。ほらあれ僕らの車なんですけど、あんな険しいね道じゃなかった。なんでここに気づかなかったマジで。めっちゃアホやん。車で行けたしな、なんなら。ここで車止めて、なぜか茂みの中に入っていったんですけど、普通にここに道あるっていうね。何も考えず入ってたよ。やばいよ。めっちゃアホだな。これ職業病ってやつかな。そんな職業だったっけ。はい、ということで、今回はブナとあと妙高と取材させていただきました。やっぱりブナとか建物がほとんど、自然倒壊でとかもうなくなっちゃったりしてて、僕たちとしては、今後ああいうとこ多くなってくると思うんで、今のうちにねこういうのを映像なり写真なりで残していきたいな、そういうふうにいろんなとここれからも取材していきたいなというふうには感じました。大森とは近いんですけど、より山奥にあるんで、その人の帰ってくる度合いもやっぱ減っちゃうんでしょうね。今の姿を僕たちとしてはなるべく保存していくっていうことをやっていきたいなと思いました。そうですね。いいと思ったらグッドボタンの方よろしくお願いします。でチャンネル登録もしていただけると嬉しいです。ではまた次の動画でお会いしましょう。今大杉神社かな、ここは。なんか大杉竜王って書いてあるんですけど、なんかありますね。あ、由緒。ちょっとここはナレーションが入るかな。いやでも本当にご神木に竜が住まわってるんだね。そう、なんか琵琶湖の琵琶湖が見えるのかな。見えるんかな。でもかなり標高はめちゃくちゃ登ってきたんで、車で高いと思うんですけど、この上にどうやらあるっぽいんで行きましょう。でもやっぱブナの集落の人たちが管理してたんかな、昔は。遠くからも参拝に来る方が多かった。なんかこの辺多いですね。大森の比婆神社とかもかなり信仰集めてたけど、やっぱ霊仙山が近いからなんかな。なんかそういう信仰が発達してますよね、本当に。ほう。確かに印象的な場所だもんね、これは。完全にこの木を祀ってあるから、初期の頃の神道というか、こういう自然物を崇めてる宗教ですよね。あれ多分彦根だよね、あの町。あれ琵琶湖じゃない？カメラでは絶対見えないと思いますけど、遠くの方に見える。そうだね。多分あれ琵琶湖だよね、きっと。
確かに琵琶湖が見えますね、ここから。この模様もさ、多分これ木から落ちた雫が、削れるんだろうね。この穴とかもそうだよね。これ長年ほんと水がポタポタ落ちてどんどん削ってってるんだろうね。侵食されるんですよね。すごいな、なんかこんなまだら模様になるまで水が、なんかこっちが道っぽいんですよね。道っぽいけど人は行ってないよね。これ道っすよ絶対。いや道っぽいだけだよ。だってこの直線だけ木が全くないのおかしいじゃん。ちょっと行ってみましょうか。分かった、じゃあ10分歩いてなければ何もないと思う。体内時計人それぞれなんで。時計で行きます。ちゃんとした時計で。僕時計信用しません。やばいね。山頂？山頂に向かっていく感じだよね、明らかに。めっちゃ岩あるじゃん、あそこに。山頂です。めちゃくちゃ岩がある。疲れた。すごっ。何これ。いやすごいけども、なんだろう、何かが。でもなんか昔の人が信仰する気持ちもわかるよな。こういうこんな頂上にさ、こんな場所あったら何かあるって思うもんね、絶対。なんかここは本当に自然があるままで、特に何か人工物があるっていうわけではないですね。自然の信仰か。手つかずの自然なんかな。確かにこのね、尖った岩はそうできるよね。そうやね。なかなか普段お目にかかれない光景でしたね。動画のご視聴ありがとうございました。ヒストリカは地域のこれまでの歴史とこれからの歴史を発信する地方創生メディアです。このチャンネルを気に入っていただけたら、ぜひグッドボタン、チャンネル登録をお願いします。